皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ノーベル物理学賞を真鍋淑郎氏が受賞しましたよというニュースを取り上げていこうと思います。なお、このチャンネルの常連の方であればわかるとは思いますが、日本人がノーベル賞を受賞したよ、やったといった話で、単純にこの動画が終わるわけではありません。私の話をするポイントというのは、今回、政治との絡みにおいて、日本人がノーベル賞を受賞したよ、でもそこには問題点もあるよということを少し解説していこうと思います。それではまず第一に前提となるノーベル賞受賞のニュースについてから見ていきましょう。ノーベル物理学賞に真鍋淑郎氏ら3氏、地球温暖化の予測研究。スウェーデン王立科学アカデミーは5日、今年のノーベル物理学賞をアメリカプリンストン大の気象学者真鍋淑郎氏ら3氏に贈ると発表した。コンピューターによる地球の気候のシミュレーション方法を開発し、人間活動によって地球温暖化が起きるメカニズムの理解と温暖化の予測についての研究分野を世界に先駆けて切り開いた。日本のノーベル賞受賞者は2019年に続き28人目。真鍋さんは受賞前、最近は干ばつや洪水が増えている。私たちがモデルを示した1980年代当時は疑問に思う人もいたが、現実になりつつあることで疑いないことだとわかるようになったと話していた。真鍋さんは東京大学を卒業した後、1958年に渡米し、地球の大気の振る舞いをコンピューターを使って再現する方法を研究した。1960年代、大気中の二酸化炭素 CO2 が増えると地表の気温が上がることを数値で示し、CO2 のような温室効果ガスが長期的な気候にどう影響するかを計算する方法を開発した。気温や気圧、風向きといった大気中の現象を物理的な法則に基づいて数式に置き換え、コンピューターで計算できるようにした。さらに、大気中の現象だけではなく、海流や海水温といった海の現象が気候にどう影響するのかも考え、大気海洋結合モデルと呼ばれる計算方法を開発した。当初は精度が低く、うまく再現できないこともあったが、改良が進められて精度が高まった。現在では CO2 が増えると地球全体で平均気温が上昇することがスーパーコンピューターを使った計算結果と実際の観測データでよく一致するようになっている。真鍋さんの研究は2007年にノーベル平和賞を受けた国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC の温暖化報告書にも生かされている。 IPCC は第6次報告書で温暖化の原因は人類が工場や発電所、家庭など様々な場所から出す CO2 などの温室効果ガスであることについて疑う余地がないと断定した。報告書には真鍋さんの論文も複数引用されている。真鍋さんは愛媛県出身で渡米して長年研究を続け、現在もアメリカに在住する。1997年には一時、旧科学技術庁が発足させた研究チームに招かれ、アメリカから日本への頭脳流出と話題になったこともあった。これまで朝日賞やクラフォード賞など多数の賞を受賞している。ちょっと他の記事を引用して補足をしておきます。真鍋さんは1958年に東京大学大学院を修了後、アメリカ海洋大気庁の研究員となりました。1997年に帰国し、日本の研究チームに着任。2001年から再びアメリカに渡り、現在はプリンストン大学上席研究員を務めています。真鍋さんは現在アメリカ国籍を取得しています。一般的なこういったニュースの取り扱い方としては、日本人がノーベル物理学賞を受賞したんだね、ああよかったよかったで終わることの多い話題です。YouTube 上においてはこれに加えて、じゃあ韓国はどんな風に日本のことを見ているのかなといった韓国反応を伝えるような動画を作る方もおられるでしょう。しかし私の動画においてはそれは一旦置いておいて、そもそもこの話題についての問題点を指摘しておきます。そしてそのことは実は非常に政治との絡みも大きいのです。今回の問題点というのは、この記事の最後で補足したように、彼がどのような研究者人生を送ってきたか、ここに大きな問題のポイントがあります。彼は愛媛県で生まれ、そして東京で学んだ人物です。しかし彼の研究人生というのは別に日本ではありません。アメリカが舞台となっており、そして現在においても彼の国籍はアメリカです。決して彼の研究生活というものが日本で大半過ごされてきたわけではないということが非常に注目すべきポイントです。
というのも従来から言われてきていることではありますが、日本における研究生活というのは非常に予算不足もしくは研究を自分で主導することができないといった問題が様々発生し、そのために日本ではなく海外、特に欧米の研究機関や大学などに行かざるを得ない人たちというのがたくさんいることは、これまで何度となく様々な媒体で伝えられてきた問題です。さらに近年では中国がこうした日本の研究者たちに対してお金さえ出せば来てくれるんであればもう大歓迎ですよという形でどんどんとヘッドハンティングを行っていることもこれまた有名な話です。中国が行っている1000人計画などにおいては基礎研究だけではなく応用研究、特に軍事的なところにおいて自分たちにとって非常に役立つような素材研究などに力を入れている話などもたくさん聞こえてきます。しかし日本国内においては軍事研究などに科学者が関わるべきではないと歯止めをかけているような団体などもありますから、日本ではたとえ防衛的な技術であっても研究開発をするのになぜか後ろ指を刺されてしまい、仕方なくアメリカやヨーロッパ、さらには中国を選択肢に入れて他の国に行かざるを得ないようなこともあるのです。そうした軍事的な応用範囲が広い分野については、ある程度お金にもなるし、国からのお金というものも結構期待できるわけですから、海外に出ればなんとかやっていけるということもあるでしょう。しかし、今回ノーベル物理学賞を受賞したのは、気象学にも分類されるようなもので、なかなかお金になりにくいものです。そしてお金になりにくければなりにくいほど、やはり日本国内で研究をしていくのは難しい、そういった難易度は高まってしまうものです。しかし、どのような分野が人類に貢献するか、日本に貢献するかといったことは最終的にはやってみなければわからないものですから、科学研究というのはある程度芽が出ないということを前提にして様々な研究者たちにお金を潤沢に渡していく必要があります。そしてそのことが近年では日本ではどんどんと難しくなっています。それは日本の国家財政上において社会保障負担費などがどんどんと伸びていて、その影響を受けて科学技術全般に対する投資が国家としては縮小してしまっているからです。そのため日本のノーベル賞受賞者たちは今後は日本人でノーベル賞を受賞することがどんどんと難しくなっていくだろうといったことをすでに話されている方はたくさんいます。科学技術に対する投資というのはなかなか目に見えない部分もあるわけですが、しかしその国における科学技術が高いということは必ずその派生した技術というものが民間企業に対しても大きなアドバンテージをもたらすことがあります。ですからこうした研究に対するお金というものは決して減らすべきものではありません。それではこのような問題に対して政治はどのように考えているのでしょうか。岸田総理大臣の記者会見などで彼の考えを少し見ていきましょう。岸田総理大臣が日本の科学技術についてどのような考えを持っているのか、つい最近行われた記者会見より抜粋をしようと思います。次に私の経済政策について申し上げさせていただきます。私が目指すのは新しい資本主義の実現です。成長と分配の好循環とコロナ後の新しい社会の開拓、これがコンセプトです。成長は引き続き極めて重要な政策テーマです。しかし、成長だけでその果実がしっかりと分配されなければ、消費や需要は盛り上がらず、次の成長も望めません。分配なくして次の成長はなしです。私は成長と分配の好循環を実現し、国民が豊かに生活できる経済を作り上げていきます。また、新型コロナというピンチをチャンスに変え、希望のある未来を切り開いていくことが重要です。なかなか進まなかったデジタル化の加速など、新型コロナは社会変革の芽ももたらしました。この芽を大きく育て、コロナ後の新しい社会の開拓を実現していきます。そのために新しい資本主義実現会議を立ち上げ、ポストコロナ時代の経済社会ビジョンを策定し、具体的な政策を作り上げていきます。新しい資本主義を実現していく車の両輪は、成長戦略と分配戦略です。成長戦略の第一は、科学技術立国の実現です。科学技術とイノベーションを政策の中心に据え、グリーン、人工知能、量子、バイオなど、先端科学技術の研究開発に大胆な投資を行います。第2に、デジタル田園都市国家構想。第3は経済安全保障。第4は人生100年時代の不安解消です。といった具合に岸田総理大臣はその経済政策のその根幹部分には科学技術立国を目指すということを述べています。
日本が科学技術立国を目指していきますよという話は、今回の岸田総理大臣の話だけではなく、以前の総理大臣もどちらかというと連綿と受け継いできた日本の一つの伝統的なものです。ですからその点については特に言及する点というのはないわけですが、しかしそのような話をしつつもこれまでは予算を削ってきたというのが実際のところです。しかし今回の岸田総理大臣の少し違っている点というのは、経済安全保障という一つの担当大臣を作り、少なくとも海外に技術流出もしくは研究者の流出というものが歯止めなく起こっている状況について、これを防止していこうということを一つ自分の取り組みとして掲げ、そして実行しようとしています。これは従来からすれば少しでも前進した取り組みであり、この点については評価できると私は思っています。あとは実際どのように政策を進めていくか、その点については注目する必要があるでしょう。そして注目すべきポイントというのは、一体どのようにして科学技術立国を目指していく上での規制の改革、規制の撤廃、もしくはこれらの研究分野に対する資金提供、研究費の補助についてどのような仕組みを持って推進していくかです。お金を用意しなければならないとなった時に、そのお金というのが自分の政権の時だったら毎年なんとか捻出していこうとなっても、その捻出するための費用というのは結構重くなるものです。何しろ現在では社会保障費というのが毎年のように1兆円2兆円といったレベルで増えていっている状態ですから、そのような時に科学研究に対するお金を増額していこうというのは結構辛いものがあります。しかし私はこの点について言えば、一つ仕組みを作ることが大事だと思っています。それは毎年の国家予算の中から少しずつ何とか予算を確保するというやり方ではなくて、今現在の日本の信用レベルというものを利用して多額のお金を用意すべきだという考え方です。一体どのようなアイデアがあるかといえば、それは国債の大量発行によって巨額の資金を作り、その巨額の資金を運用して、その運用益で国債の利子払い、そして研究開発に対する助成金などを捻出してしまおうというプランです。私の話を聞いて一体何を言ってるんだろうなと思う方が大半でしょう。この考え方というのは、資金運用をすることによって永続的な資金提供をしてしまおうというアイデアです。仕組みとしては非常に簡単です。国債を発行した時には、その金利の利子払いというものを毎年行っていくわけですが、その利子払いというのは非常に低い利率になっています。例えば個人国債であれば 0.05%、これに対してお金を運用するときにおいては、ある程度の目安として 3% 程度の運用利回りというものを見込むことができます。まず利払いについては最初に確定してしまえばいいわけで、一方において運用利率 3% というのが一体どこから数値を持ってきたかといえば、それはすでに巨額の運用資金というものが日本では存在しています。それは年金運用 GPIF です。 GPIF はすでに20年程度の運用期間があり、その20年におけるトータルの平均運用利率というのはおおむね 3% を超えています。ですからこの 3% というのは非常に信頼できる数値だと私は考えています。なぜならばこの20年間においてはリーマンショックもありましたし、コロナショックもありました。つまり株や債券で運用していても、ある年において暴落が起きたとしても、それ以外の年においてある程度のプラスというものを維持することができれば、20年という非常に長期間においてのプラス運用というものが可能であることをすでに実証しているからです。ですから国債を大量発行して、そのお金をファンド化して運用することによって、自身の利子払いと、そして運用利益を助成金に充てるというアイデアは一応理論上は成立するのです。私のアイデアというのは、それこそもっと頭のいい人たちが様々に問題点を修正していけばきちんと使えるものになると私は思っています。国債を大量に発行にすれば、それは日本の信用にも傷がつくという話をする方もおられるわけですが、私の話したように基本的にはお金を使い切るのではなく、そのお金それ自体を金利差を利用して運用するという考え方をすれば、決して破綻的なお金の使い方ではありません。なぜならば利子を支払いも運用益から回すし、そして最終的な国債の返還時においても元本それ自体はきっと守られている話だからです。そしてそのような仕組みを作ることによって、科学技術に対する投資というものを永続的にする仕組みを整えることができるのは、今のように日本政府にある程度の信用がある状態の時が格好のタイミングだと言えるのです。
岸田総理大臣は就任時の記者会見において、日本は科学技術立国を目指すという話をして、他の国に技術情報や研究者が流れることを防ぐための経済安全保障という仕組みを整えました。私はこれに加えてお金をいかにして流していくか、その仕組み作りについてももっと様々なアイデアをもとにして永続的な取り組みをしてほしいと思っています。あなたは私の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。少なくともノーベル賞受賞という話を聞いてやったと喜ぶだけではなく、その裏にも実は問題点があるということをぜひとも考えてみてください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、ついでに投げ銭機能のご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。